はい、こんにちは。今日はですね、BMW F10 に Android モニターを取り付けましたので、そちらのご紹介です。で、今回初めて 12.0 の Android を取り付けるんですけども、モニターのサイズが 12.3 インチですね。OS がだいぶ変わってますので、簡単なご説明をしたいと思います。詳しくはですね、いずれ、近いうちにしたいとは思うんですが、初期設定がですね、ちょっと、Android 11の時とは違いますので、そちらのご紹介をしたいと思います。取り付けた、モニターがこちらです。もうすでに取り付けられている方、または興味がある方は、この OS のパターンが違うっていうことは、分かっていただけるんじゃないかなと思うんですが、まずですね、一番最初にやっていただきたい設定があるんですが、今、ここ日本語設定になってるんですけども、こちら通常は最初はもちろん、英語の設定になってます。なので、こちらの設定ですね。設定画面のタップしてもらって、本機について、こちらタップですね。で、出荷時設定ですね。ここまで行ってもらうと工場設定が出てきます。で、パスワードがおそらく多分みんな一緒だと思うんですが、8888ですね。このように設定が出てきます。一番初期状態の画面にしていると、純正画面がちらつくんですね。なので、こちらのまず BMW の設定、こちらの車種ですね。こちらを必ず合わせてください。そうしないと、純正画面がずっとちらついた状態で壊れているようなイメージになるんで、まず最初はこちらの設定をしてみてください。F10 の場合ですね、今回はこの7番の CIC の 8.8 の 10.25 こちらに、設定しています。そうすることによって純正のですね、画面がちらつきがなくなりますので、あと画面のサイズが、きっちり合いますので、そこのところの設定だけ最初にまずやっておいてください。他の設定についてはですね、また次回ですね、動画にてご説明したいと思います。それと、ここの左下にですね、申し込みというのがあるんですが、ここを押してもらうとアプリ画面が出てきます。今回ですね、もうすでに、いくつかアプリはダウンロードしてるんで、今回 Yahoo カーナビとかですね、Hulu とか ABEMA とか、ABEMA TV 最近ワールドカップがあるので、これがあるといいんじゃないかなと思うんですけども、こちらを今ダウンロードしました。Bluetooth の設定とか、Google のアカウントの登録だとか Wi-Fi の設定だっていうのはほとんど一緒なので、そんなに難しくはないんですが Android の設定、これでずーっと下まで行ってもらうと、ここのシステム、ここにシステムってあると思うんですけども、これをまずタップしてください。それと言語と入力すると一番上に言語というのが出てきますので、今日本語がありますよね。通常はですね、こちらがつまんでもらうとこのように優先順位が出てくるんですね。1番がイングリッシュで2番が、日本語。初期状態は日本語も入ってませんので、ここのランゲージのところをタップしてもらうと様々な言語が出てきます。選択してもらうとここに追加するという形なんですね。ですからまず一番最初に日本語をここに追加してもらって、これだけだとこのようにですね、優先順位が英語になってますので、画面がすべて英語の表記になります。なのでシステムでランゲージを選択してもらって、優先順位をちょっと長押ししてもらって上にスライドしてもらうと、このように1番が、優先順位の日本語になりますので、他の言語でもいいと思うんですけども、日本語に設定できます。そうするとこのようにですね、言語が日本語になります。で、あとはですね、ナビゲーションなんですけども、設定ボタンを押してもらって、ナビゲーター。今、地図アプリが Google マップになってるんですけども、一番最初は iGo になってます。で、今、Yahoo カーナビをダウンロードしたので、
Google マップにするのか、Yahoo カーナビ、他のナビゲーションもあると思うんですけども、i5 から Google マップに選択してもらうと、ナビゲーションの画面が Google になります。で、これも Google アカウントで入力しておくと、様々な情報が出てくるので、この辺についてはちょっと割愛させてもらいます。あとですね、設定画面で、バックの設定っていうのがあるんですけども、これが通常はオフモードになってたりするので、原写モードにしてください。そうすると、バックがきちっと映りますので、これ設定しておかないとバックが映りませんので、取り付けた後に焦ることになりますので、必ずバックカメラの設定、最近の BMW であれば、99.9% バックカメラがついてると思うんですけど、そういう車は、こちらで設定してあげてください。あと、スライドしてもらうと、こちら側のマイカーがですね、純正の画面になりますので、このように、純正の画面が綺麗に映ります。これは設定しないと全部ちらついてますので、必ず設定はしてあげてください。申し込み、変な日本語なんですけど、こちらがアプリですね。YouTube がありますので、適当に。さあ、ここからはカタールからお伝えしていきます。今日はドーハ市内の古い街並みが残るスークワーキフからお伝えしていきます。 YouTube もきっちり見れますね。今日はアベマのゼネラルマネージャー、そしてで、音声は、外部入力、純正の AUX に、緊張してるんで、多分 CCC とかは強制的に入力してあげないといけないと思うんですけど、 CIC とか NBT はおそらく入力してあげなくても外部入力に自動的に割り込んでくれるので、大丈夫だと思います。このところはちょっと臨機応変にやってみてください。日本中の皆さんも喜んでいると思います。そしてホンダさんはワールドカップはで、このビークルインフォメーションですね。ここにいろいろデータが出てきます。ここもミニペプチドを合わせていないと、このようにドアがですね、右左出てこないので、この辺ももし違った場合はですね、さっきの工場設定のところから設定してみてください。ちょっとですね、Android 11までは同じような OS を使われてたのでやりやすくて分かりやすかったんですけど、Android 12になってちょっと設定が変わってきましたんで、言語設定とかですね、その辺が混乱するというか、分からなくなるパターンがあると思うので、まだ質問いただいても 100% 答えられるか分からないんですけど、基本的な部分は今ご説明しましたので、設定の役に立てれば、幸いです。また詳しくはですね、何台も取り付ける予定になってますので、また設定動画を、たくさん上げたいと思いますので、そちらもまた、参考にしていただければありがたいです。はい、というわけでですね、Android の12.3 インチを BMW の F10 シリーズですね、こちらに取り付け、した動画でした。ありがとうございました。